皆さんこんにちは。今回私は広島県の竹原市に行ってきました。レトロな街並みを楽しめる重要伝統的建造物群保存地区があるとともに、日課ウイスキーの創業者として有名な竹鶴正隆さんの生まれた場所でもあります。その竹原市を楽しんできましたので紹介したいと思います。ぜひ最後までよろしくお願いします。今回私が行ったのは竹原町並み保存地区と呼ばれる場所です。ただそこに行く前に腹ごしらえをしないといけないということで、お好み焼きを食べに行きました。このお好み焼き、見るだけで美味しいっていうのが分かります。竹原駅を降りると目の前が商店街となっています。この商店街を歩いて行った先に私が行ったお好み焼き屋さんがあります。竹原町並み保存地区へは栄町通りから行きました。この商店街を通ると近道なので、どっちかっていうと通り沿いにあったお好み焼き屋さんというような感じでしょうか。このお好み焼き屋さんのメニューを見たときに、そんなに金額が高くなかったので、多分小さいんだろうなと思って2つ注文したんですね。で、作っているところを遠くから見ていて、あれおかしいぞと近づいてみて驚きました。この大きさ、でかいでしょ。まるで今やっているダイエットに逆行するようなこのサイズ感。とても手慣れていて、ひっくり返すのもまあうまい。私の机のところに持ってきてくれたんですけど、鉄板温めててくれたので熱々のお好み焼きを食べることができました。そしてこのお好み焼き、とても美味しかったです。大きいと思っていたんですけど、余裕で食べきりました。それくらい美味しかったです。竹原町並み保存地区重要伝統的建造物群保存地区に来ました。駅のところから歩いて15分ぐらい、お好み焼き屋さんからは10分くらい歩いた場所にあります。この保存地区に来るときに大通りから曲がって入るんですけど、どこを曲がればいいのか、いわゆるその境町通りっていうところがどこなのかいまいち分かりにくかったです。というのも、これといって目立つ目印がないんですね。なので大通りからもう Google マップを見て、ここで曲がればいいのかなっていう感じで曲がって、あ、合ってたみたいな、そんなような状況で保存地区に入っていきます。私が最初に行ったのは旧火災亭さんです。無料で開放していて中を楽しむことができ、また2階のこの窓からの景色が保存地区を一直線に見ることができます。こういったレトロな街並みってすごくいいですよね。写真映えもしますし、なんて言っても普段見ることができないので、ここでしか見られないこの景色っていうのをとても楽しむことができました。また家の中も昔ながらの作りで面白かったです。次に私が来たのは竹鶴正隆さん夫妻の銅像が置いてある情景の広場です。日課ウイスキーの創業者として有名な竹鶴正隆さんは竹原市にあるこの竹鶴酒造で生まれたそうです。そういえば日課って英語で書いてあるんですけど、大日本果樹株式会社の略って知ってましたか？広場の横は資料館になっていて、これ見たら沼田小早川に高崎城跡って書いてあって、俺群馬関係してんのって思ったら、沼田川が三原にあり、高崎城も竹原にあったそうです。そしてこの辺りは竹原っていう名前なだけあって、竹細工が有名なようです。ちょっとこれ回りそうじゃない？お、回ったよね。これ回りました。
多分これ日頃の良き行いの結果だと思います。街並みを見ているとたまに家の中に入れる場所があります。こちらの家も入ることができました。漢字が読めない、ものすごい難しいです。この方のお名前、来忠菅さんと読むらしいです。漢字の読み方とかは難しかったんですけど、昔ながらの家の作り、そしてなぜかお花が生けてあってとても綺麗だなと思いました。この土間っていうのがなんかいいですよね。そしてあとこのすごくぐねぐねに曲がった梁、これは大丈夫なのかなと思ってしまいますけどね。でもこの時代までしっかり残ってるのだから大丈夫なのでしょう。暑すぎてピントが合いませんでした。この街並み自体を歩くのは多分普通にテクテク歩けば10分15分あれば見回れてしまうとは思います。ただこの見れば見るほど綺麗なこのレトロな景色っていうのがたまらず、写真撮ったり動画撮ったり、あとはこの竹鶴酒造さんの外観を楽しんだりと、そんなことをしているといつの間にか2時間経っています。すごいね、暑い日だったんですよね。なのでね、こうやって日陰の方にたまに入るんですけど、それでも暑い。そして前日からの日焼け、そこにさらに太陽の光が当たるともはや痛くてしょうがなかったです。街並みの真ん中あたりに初代郵便局跡って書かれている場所があります。これ日本の初代じゃなくてこのエリアの初代らしいですけどね。そしてこの横を歩いていくと少し丘の高いところに神社があります。竹原の清水寺の舞台とかなんとかって言われているように、本当に京都の清水寺の舞台みたいな感じのところからこのように街並みを覗くことができます。こんなに綺麗でレトロな街を見られる場所がなんとほぼ貸し切り状態。他の観光客は 2,3 人くらいしか会いませんでした。とてものんびりできました。この保存地区の一番末端がこの恵比寿堂になります。ここまで来ると引き返すのですが、私は暑すぎてカフェに入りました。まさかの竹原でトーファーを食べられるとは思いませんでした。私ね、台湾に行ったことあるんですけど、トーファー大好きなんですよね。パイナップルケーキに台湾カステラもとても美味しかったです。そして何よりもトーファー、本当に美味しかったです。駅側に戻るときは先ほどの道とは一本ずれた中野小路っていうんかな、あとは阿波谷小路っていうんでしょうかね、そういったところの道を通って戻りました。この辺りすごいですよね。歩いてるだけで面白い場所ってなかなかないと思いますので、このレトロな景観とても良かったです。この街並みを見に来るのはかなりおすすめだと思います。そして旅行先にここを選ぶのはとてもおすすめします。ただ竹原駅周辺で有名な場所っていうとここくらいしかなさそうです。なので泊まりでここに来るのも悪くはないと思うんですけどね。このレトロな街並みに泊まっていろいろ夜とかもね綺麗らしいので、夜の景観とかも楽しめると思うんですけど、私はここは日帰りで良いのかなって思ってしまいます。あとはあれですかね、お好み焼きとビールで酔っ払って動けなくなったら泊まるっていうのはありだと思います。駅前の商店街を通って
また駅に戻ります。この商店街の通り、アイフル通りっていう名前がついています。2025年の4月末に大規模な火災があったようです。ここを歩いて駅に向かってると思うことがあります。あともう一枚だけお好み焼き食べようかなってね。本当に美味しかったです。で、私が家で作るお好み焼きとは全然違います。そしてこの地域には竹原焼きというお好み焼きの生地に酒粕を混ぜた食べ物があるそうです。お好み焼きで美味しさなので、竹原焼きはどれだけ美味しいのかとても気になります。ビールと一緒に竹原焼きを楽しんで、そして竹原に泊まる、このプランはありかもしれません。今回の旅行で私は日本旅行のプランを使いました。この日本旅行のプランの設定の仕方がちょっと難しくて、東京から尾道に来るのに新幹線だと東京駅から福山駅まで行って、福山駅からは鈍行で尾道に行ってくださいねっていうプランだったんですね。尾道からさらに私は大久野島、そして竹原まで行って、竹原だったら三原に行けば三原から新幹線で帰れるかなって思ってたんですけど、なんと福山までまた戻らないといけない、そんなプランの設定になってました。福山で途中下車したので、駅前にある福山城を見に行きました。30分あれば見ることができます。ただ店主が営業している時間が5時までだったので見ることはできませんでした。乗車券でいうと東京から尾道の往復だったので、私竹原から福山まで尾道で降りずにそのままスイカで乗って、で福山で1回下車して乗り込んだので、尾道福山間の乗車分が含まれている切符っていうのがそのまま使えないという、ちょっとめんどくさいことになってました。コスト的なメリットはあるんですけど、切符の買い方によってはいちいち友人の改札のところに行かないといけないっていう少しめんどくさいことになります。あと東京から出発はあるんですけど、群馬から出発して東京まで行って東京からっていうこのルートっていうんですかねができないので、東京駅で一回改札を出てまた乗らないといけないんですね。それが少しめんどくさいなって思いました。もしかしたら設定方法で何かしらやり方はあるのかもしれません。ただ私が見た限りだとそれが見つからなかったので、前の旅行もそうだったんですけど、わざわざ高崎駅から東京駅に乗った時に東京駅で一回降りてそこから乗ってます。今回の旅行で私は前泊して1泊2日、要は2泊2日で尾道、それから尾道の前にある向島、それからうさぎたちがかわいい大久野島と竹原に行ってきました。群馬県から見るとこの広島県だったり、その横の山口県、それから島根県っていうのはアクセスがいまいちよくありません。飛行機使う距離でもないけど、ただ飛行機使った方が早いのか、でも金額高いし待ち時間もあるから新幹線使っちゃった方がいいかなんてバランスをいろいろ考えてると、いまいち一番遠いところだななんて思うこともあります。それでもみんなが行く意味が今回やっと分かりました。私尾道とかね初めてだったんですけど、こんなにいい場所だったとは思いませんでした。本当に今回行ってよかったです。そしてとてもおすすめしたい場所だと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。竹
竹原とか広島行ってみたくなった方はコメント、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。